ちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は映画の紹介、DVD の紹介です。今日紹介するのはディズニーの映画 BFG ビッグフレンドリージャイアントです。小さな少女でも世界は変えられる。大きな友達と勇気さえあれば。スティーブン・スピルバーグとディズニーで送る一人ぼっちの少女と孤独な優しい巨人との友情を描いたファンタジーアドベンチャー。イギリスのとある児童養護施設で暮らす好奇心旺盛な少女ソフィーは、真夜中に何かがやってくる気配に誘われ、窓の外を眺めていると、夜の街の通りの向こうにいた巨人と目が合ってしまった。姿を見られてしまった巨人はベッドに逃げ込むソフィーをあっという間に連れ去ってしまう。巨人の国へと連れて行かれ、自分は食べられてしまうと恐怖を感じるソフィー。しかしその巨人は寝ている子供たちにラッパで夢を吹き込む優しい巨人 BFG ビッグフレンドリージャイアントだった。一人ぼっちで寂しかったソフィーと一人孤独を抱えていた巨人が、他の人間を食べてしまう恐ろしい巨人たちに見つからないように一緒に暮らしていた。 BFG とソフィーは力を合わせ、悪い巨人たちがもう二度と人間を食べてしまわないようにイギリスの王室へ向かう。二人の優しい計画の行方は、そして二人の友情の結末は。これを買う時にこの映画のレビューもいくつか見たんですけれども、いろいろな賛否がありました。でも私は率直に本当に見てよかったですし、最初から最後まで感動しっぱなしの素晴らしい映画でした。とにかくこの子役の少女がいるんですけれども、本当に可愛かったです。子供らしくて素敵な演技でした。先ほどのあらすじにもあったように、巨人と少女の物語なんですけれども、少女の方が実写で巨人の方が CG なんですけれども、その違和感が全くないような本当に素晴らしい映画でした。賛否両論の方の批判の方には、スピルバーグっぽくなくってあんまり面白くなかったっていう風な意見もあったんですけれども、ちょっとそこで考えたのが、スピルバーグっぽさって一体何なんだろうって考えたんですね。やっぱりスピルバーグといえば E.T. とか本当に素敵な映画がたくさんあるんですけれども、本当に見てる人っていうのは勝手なもので、前の映画の雰囲気とか自分なりに固定概念っていうのができてしまって、そこを期待して見てしまう部分もあると思うんですけれども、私もやっぱり絵を描く人間として、公文さんらしくないねとか、前の作品はこうだったのにとか、昔はこうだったのにとか、そういう風なこと言われても、自分自身は常に何かに挑戦してるし、常に新しいことに変化したいし、変化というか進化していきたいっていう風に作り手って誰しもそう思ってると思うんですね。見てる側っていうのは変わってほしくないっていうようなところもある人がいて、そういう方にとったらやっぱりスピルバーグっぽい作品が好きだから変わってほしくないみたいな、そういう批判もちらほらあったんですけれど、なぜそういう批判が生まれるのかなっていう風に思ったんですけれども、全体的にまるで絵本を映画にしたような、そんな物語だったんですね。スピルバーグがこんな絵本っぽい作品を作るのは嫌だっていう人から見たらちょっと嫌だなって思うかもしれないんですけれども、私的には終始本当によくできた映画だなって、本当に物語的にも画面構成的にも CG の表情も何から何までが本当に良かったなと思ったんですね。最初にこの少女が巨人を見つけてしまって目が合う瞬間があるんですけれども、もうそこから私は釘付けでした。どうなるの、この先どうなるの、一体どうなるの、結末はどうなるのみたいな感じで、本当に終始そんなことを感じられるような、本当に目が離せないような、そんな映画でした。これはちょっとネタバレになりすぎるのであまり多くは語れないんですけれども、巨人の世界に行った少女があることがあって服を着替える場面があるんです。そこで赤い服を着たりとか、あるお部屋があるんですね。明らかに巨人のお部屋ではないんです。人間の子供サイズに作られたようなお部屋があって、その赤い服とかそのお部屋と巨人との思い出とか、少女と出会った巨人は
夢を集めるのが仕事なんですけれども、その夢の集め方とか夢を集めている理由とか、そういうとこにも本当にいちいち感動したりとか、絵本が映画になったようだわっていうようなレビューも多かったんですけれども、いい意味で本当に絵本の世界がそのまま映画になったような、でももちろん大人が見ても大満足の映画なんですよ。でもなんか大人には子供の頃読んだ絵本のような、なんかどこか初めて見る映画なのに、ご覧になった人みんながなんかちょっと懐かしさを感じることができるような、それはなんかちょっと絵本の世界のような、こんな世界があったらいいのになって、こんな巨人と出会いたいなって、そういうなんかちょっとほんわかあったかくなるような、私的な見どころとしたら、巨人が毎晩毎晩子供たちに夢を吹き込むんですけれども、なぜ巨人が子供たちに夢を吹き込むのかっていうところに注目してもらいたいですし、あと見どころとしたら、巨人と少女がイギリス王妃に会うんですね。あることがあって、そのイギリス王妃との会食の場面をぜひじっくり見ていただきたいなと思うんです。もう本当に私、巨人と少女がイギリス王妃と会食する場面を何回も何回も巻き戻ししてみたぐらい本当に面白くて、コミカルな部分もあるんですね。あとこの巨人が使う言葉が通じるんだけれども、なんかちょっと違うんですよ。方言でもなくて、ちょっと言葉がおかしかったりして、そのおかしい部分にちょっとなんか哲学的なことを感じたりとか、メッセージ性を感じたりとか、その言葉のことを少女がちょっと突っ込む場面があるんですけれども、そこにもなんか深いメッセージがあるんじゃないかなって、そんなことも感じられるような、そんな映画です。毎晩毎晩集めた夢を子供たちに吹き込んでいた一人寂しい孤独な巨人と友達がいない孤独な少女がお届けする、本当に心が温まる、いろんなことを考えさせられるような、そんな物語になっています。本当に大おすすめです。ディズニーがお届けする BFG ビッグフレンドリージャイアント、皆さんにぜひご覧いただきたい映画です。大おすすめです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。よろしければチャンネル登録お願いします。画面の赤いプロフィール画像は今ご覧いただいているココアートチャンネル、上の赤いウサギはメインチャンネル、ファーストチャンネルです。ファーストチャンネルでは作品のメイキング、バーチャル展覧会などをお届けしています。よろしかったらご覧ください。それではまた次のココアートチャンネルでお会いします。ありがとうございました。